蟹座さんの皆さん、こんにちは。今回はこれを見てくださっている蟹座の皆さんに急激に決まることをテーマにしてカードリーディングをさせていただきたいと思います。今ね、この見てくださっているこの今がタイミングということで、皆さんにね、引かれたメッセージをお受け取りいただきながらご活用いただきたいと思いますので、ぜひ、最後までご視聴いただければ嬉しく思います。早速スタートしていきます。まずですね、現状から見ていきますので、ちょっとね、タロットを引かせていただきます。はい、こちらです。そしてこちらです。はい、ではまずこちらから見ていきます。せーの。はい、正義のカードが出ています。はい、そしてせーの。はい、ペンタクルのクイーンが出ています。はい、今現状示してきてくれているカードがとっても落ち着いてるカードが2枚出てきてくれてるんですよね。で、今無意識的、意識的である方も無意識的である方もすごくバランスがいいですよっていうこと、精神的に偏るわけでもなく、現実的に偏りすぎているわけでもなくということで、ご自身のペースもありながら周りともしっかりとね、歩調をとって何か進んでいったりとか、やるべきことはご自分は今これなんだっていうようなことで、ちょっとご自分がやるべきこともしっかりと見据えてるよっていうことをこの2枚からね伝えてきてくれているのと、やっぱりねこの、ペンタクルのクイーンですよね。すごく豊かさであったりとか器が広がっているタイミングっていうことをですね、とても感じるんですね。で、もしうまくいってる、今現実的にご自身の中でご自分が何かやろうとしていることであったりっていうことがお仕事においてもプライベートにおいてもですね順調ですっていう方は、特にですねそうやって、安定期っていうことを伝えてきてくれております。その部分でですね、すごくそれが、蟹座さんの特徴っていう風な部分で印象的な部分私あるんですけど、すごく周りの人にお世話をできたりとか、本当になんていうのかな、意識してなかったとしてもはいどうぞみたいな感じでですね、優しさを周りの人に振りまいていける。それが何か義務的なことではなくて、ご自身の心から湧き上がってくるようなことで、普通にそれがね当たり前としてできてるっていうのが結構印象的にあってですね、すごくいいところだなっていうふうにいつも感じるわけなんですけれど、そうやってですね何か人のためにっていうようなところもあるので、特に年下っていうふうに今感じるんですけど、年下の方であったりとか、本当に甘え上手な年上の方もいらっしゃるでしょうけれども、そうやってすごい頼られている部分であったり慕われてるよっていうことを伝えてきてくれてるんですね。なのでそういって与えるっていうのは、物だけではなくって、やっぱりご自分のスキルであったりとか声かけっていう部分でも存分に与えるよっていうようなところで優しい言葉をかけることであったりとか、そうやってその人が求めているものっていうのもきっとね今すごくバランスいい部分示してきているので、やっぱりどうやったらこの人が喜ぶかなっていうこととか、そういうことも多分自然と分かるような、そういったタイミングなのかなというふうに思います。すごくいい時期お過ごしなんじゃないかなというふうにも思いますし、ご自身の中ではやっぱりいろんなお気持ち抱えている部分があったとしても全面的にこういったメッセージが来ているので、やっぱりね何かお気持ちをちょっと置いて、それは置いといてっていうことがしっかりできてるよっていうこととも言い換えることができるんですよね。もし何か問題っていうことがあったとしても、そればかりを考えてしまうのではなくって、ちょっと置いときましょうっていうので、ご自分のね他のことに集中できるようなことであったりとか、そういった意味でもとてもバランスがいいってことですね。そういうこともですね伝えてきてくれております。すごくいい時期ですね。なのでここから、急激に決まること、どういったことなのかっていう部分ですね、見ていきたいと思います。はい、まずこちらと
ちらです。はい、せーの。はい、まずはカップのページが出ています。そしてせーの。はい、ワンドのページが出ています。はい、カップのページ、ワンドのページですからね、何か一からっていうようなところで急激に何かが決まりそうですね。すごく人によってはですね、今ここにカップの上に、気球みたいなこういったバルーンがあるわけなんですけど、ご自身のお気持ちがもう本当に人も完了してる部分っていうのがあるのかな。何か決まってることがあったりとか、ご自身がやりたいなってことも決まってますっていうことであったり、夢であったり希望であったり、いい意味でポジティブに働いているようなことへのアイディアですよね。そういったことが急に湧いてくる、こういう風にしたらいいんだみたいなヒント的なこと、それがですね、今先ほど申し上げたように意識的であったとしても無意識的であったとしても、お人にポジティブなことをご自身がアクションを起こしてたわけですよね。そういった何かメッセージ性とても伝わってきてたわけなんですけれど、そうやってお人のためっていうふうに思ってしているようなことであったとしても、人のためにするってことって何一つなくって、結局それってポジティブに発したものっていうのはポジティブにご自身の中に戻ってくる部分っていうふうにね、今ここからすごく伝わるんですね。なので自分が今まで放ってきたポジティブなものへの何か回収じゃないですけれど、そういったことがアイディアであったりとか、ご自身にお知らせ的に何かメッセージが来たりとか、人を通じてですね、そういったことがやってきたりってこともあるでしょうし、そういうふうにですね、何かそういったことお知らせ的なことがきっかけとしてご自身の中でできるかもしれないっていうふうにですね、何か一から一歩何か始めるようなことっていうのが急激に決まってきそうっていうことですね。で、今まで準備されてきた方はいきなりポーンっていう風にですね、ジャンプするようなこと、もしかしたらお人にやろうよなんていう風に誘われてご自身がやるようなことになったりする方っていうのもいらっしゃるかなという風に感じます。そしてワンドのページですからね、すごく純粋な気持ちで何かをスタートできるタイミングっていうことで、こちらも何か一からを示してきてるんですよね。で、それがすごくご自身にとって楽しいっていうようなことであったり、先ほどねちょっと年下の人であったり甘え上手な方、年上の方であったとしても甘え上手な方っていうようなね、何か慕われてるっていうようなメッセージお伝えさせていただいたかなと思うんですけれども、その何か人ですよね、そういった方がご自身についてくるようなことですね。なんかそういうこともちょっと見えるんですよね。早速その部分でのちょっとね詳しく深掘りアドバイスを見ていきたいと思います。はい、こちらとこちらですね。こちらが2枚ポロンポロンと出ました。はい、ではね見ていきます。せーの。はい、ワンドの7番ですね。そしてはい、せーの。はい、ワンドのキング、そしてですねワンドの3番、全部ワンドですね。でやっぱりねアドバイスとして一番伝えてきているのは今こそ行動力ですね。それをアドバイスで一番感じます。頭で考えるのではなくって今こそもう動いてしまってくださいっていうことを伝えてきてくれている部分が一番感じます。そして迷わないってことですね。キーワードワンドの7番が出てくれていますから、迷わないっていうようなことをやっぱり伝えてきてくれていて、いろんないい意味で急激にご自身の中でブワーッともしかしたらアイディアであったりとか計画的なことが進んでいく方っていうのもいらっしゃるかもしれないです。でその時にやっぱり頭で考えてしまうとどうしても恐れっていうものが出てきてストップになってしまうようなことにつながりかねないっていうことをですね、こちらのキーワードが示してきてくれております。なので、先延ばしにしないっていう風な言い方もありますけれども、そうやってご自分のチャンスを今こそですね、そうやって受け取っていく
っていう風にですね、ぜひ意識していただけるといいかなと思います。そしてワンドの3番がちょっと私気になっていて、もしかしたらお人によってはですね、お仕事上でいきなり出張ですとかですね、はい、あなたこれやってくださいねっていう風にですね、何かもしかしたらタイミング的にご自身のポジションが変わったりとか、そうやって今までやったことがないようなことに触れるようなことっていうこともですね、もしかしたら出てくるかもしれないんですよね。それがチャンスであったりとか、ご自身の中ではですね、ちょっと頑張らなきゃいけないなっていうふうに思うような方もいらっしゃるかもしれないですけれど、それが何かですね、ご自身の自信につながっていく部分っていうのをですね、ワンドのキングが伝えてきてくれてるんですよね。で、今ね、ご自身の中で人に慕われている部分お伝えさせていただきましたけれども、それが何かこれから将来に向けての人を引っ張っていくような部分での学びにつながっていったりとか、やり方ノウハウをしっかり学んでいくような時期として捉えていただくと、すごく自分にとってですね、発展期になっていくんだっていうことをですね、アドバイスが伝えてきてくれてるんです。なのでこの中でちょっと大変だなっていうようなこと、何か新しく急にね、急激にもうどうしちゃったんだろうっていうぐらいの勢いでご自身が何かやるっていうことに対して、進むっていうことをね、ご自分の無意識の中、意図してなかったとしても進んでしまうような方ももしかしたら出てくるかもしれないですけれど、それさえもご自身にとって何かこれから先の人生においてお人を引っ張っていく統率力をつけるべく、何かご自身にとっての大切な一歩になってるんだっていうことを伝えてきてくれておりますので、ぜひね迷わずにそれに対して向かっていくっていう姿勢ですね。ワンドの3番も出てくれていて、3といえばご自身の確率というふうにも言い換えることができますけれど、何かねご自身の中でそうやって確立していくことによって13番ですからね、完了ですよね。その何か完了していくっていうことですね。そうやってご自分の中で確立する部分をね作っていく、その段階っていう風に言い換えることができるかなと思います。でこれがどういったテーマでそういったことが起こってくるのかっていうことですね。でテーマをちょっと見ていきたいと思います。はい、こちらとあとねちょっとキーワードも見ていきますね。こちらとはい、こちらです。はい、まずですね、テーマから見ていきます。せーの。はい、ペンタクルのエースです。はい、こちらです。はい、はい、そしてせーの。はい、こちらです。キーワードはこちらですね。はい、ペンタクルのエースが出てくれておりますので、テーマとしては、大成功、変化への、大成功するべく変化がテーマになっている部分ですね。幸せな変化というふうにもお伝えできるかなと思いますけれども、何か今までねご自身が意識的でも無意識的でも見返りを求めずにご自身がお人に与えてた部分っていうところの何か回収っていうお話、先ほどカップのページでもさせていただいたと思うんですけれども、そういったことが一つテーマになっていて、今までご自身がコツコツ何か誠実にやってきていた部分っていうことが身になって帰ってくるよっていうことを伝えてきてくれていて、そのね見返りを期待してなかったっていうところがすごくねご自身にとってプラスにポジティブだったんだよっていうことを伝えてきてくれてるんですよね。であんまりそうかなっていうふうに思っていらっしゃる方ももしかしたら過去性だったかもしれませんし、そうやって何かご自身の中で本当の意味での感謝、愛であったり感謝っていう部分がこの度のテーマになっていて、本当にありがたいなとか、今までやってきたことが本当の意味でつながったんだなっていうようなことに何かつながっているっていうことがですねテーマになっているようなんですよね。
でそういったご自分の中での希望であったりとか、今まで願望として思ってたようなことがですね、現実的に、ご自身の中にですね引き寄せることとしてやってきやすい部分というのを伝えてきてくれておりますので、ぜひねそういった何かそれがテーマになっていて、今までご自身がコツコツと誠実に取り組んできたことが報われることがテーマになってるんだっていう風にね伝えてきてくれている部分をですね、ぜひ頭の片隅に入れておいていただけるといいかなと思います。そしてですね、キーワードですけれど、やっぱりご自身とつながるっていうことにおいては一つキーワードとしてはですね、バラ。これ今とってもこのバラが気になるんですよね。でこのバラを意識するっていうことが一つキーワードになっている部分があるのかなと思います。でその香りがちょっと苦手だなっていう方は別にバラっていうふうにあまりね特定しなくてもいいと思いますけれど、バラ大丈夫ですっていう方はですね、ちょっと香りを意識していただくとすごくご自分につながりやすかったりとか、そのアイディアの中で迷うような時ですよね、どうしても迷ってしまったりとか、先に進むっていう時に思考が働いてしまうとか、急激にこんなこと来ちゃったらどうしようって思っちゃうとかですね、そういうふうにですね、何か現実的にそういったことが起こった時にご自身がバラでまずは癒されてください、バラでご自身のお気持ちを整えてくださいねっていうこと、それがですねちょっとキーワードになってるんですよね。でお花でちょっと癒される部分っていうのを伝えてきてくれていて、もしねご自分の中でバラ苦手ですっていう先ほどのお伝えさせていただいた部分あったかと思うんですけど、苦手な方はですねお風呂ですね。お風呂でご自身のお気持ちの浄化、何か、エプソムソルトとかちょっとお塩入れちゃうと風呂釜とかの問題もありますから、本当にちょっとひとつまみとかですねそれでいいと思いますけれど、そうやって何かもうご自身の中をですねデトックスするっていうことがですね、一つ何かご自分の中でそういったいいものを引き寄せていくような流れ、今ねそうやってご自分がコツコツと積み上げてきたことが見返りとなって返ってくるようなね、見返りじゃないです現実としてね返ってくるようなタイミングっていうことをですね伝えてきてくれた部分ありましたけれど、それをねしっかりとご自分の中で体感するべくですね、やっぱり体を整えていく必要性っていうのがやっぱりあるっていう部分ですね。どちらも体を整えるっていうキーワードのメッセージなんですよね。なのでそこをですねちょっと意識していただくといいかなと思います。でもし月が好きですっていう方、月の満ち欠けみたいな形でそうやってリズムを月でとってますっていう方もきっとお聞きくださってる方の中にいらっしゃると思うんですけれど、そういったところでご自身のお気持ちであったりとか体のね体調を整えるっていうこともですねすごくいいと思いますので、どれか惹かれることをですねぜひ頭の片隅に入れながら何かご自分をしっかり整えていくこと、そして、時が来る時を備えてですねご自身の体調をまずは整えていくことっていうことが一番ね伝えてきてくれている部分で大きいかなというふうに思います。いずれにしても何かやるっていうことに対してすぐ急激に何かが始まったりとか、ご自分の中でそんなに生活がいきなり急変するとかそういったことではないと思いますけれど、何かもう楽しめるような人であったりとか、仲間でね何かを始めるっていう方も出てくるでしょうし、楽しいことやりましょうよっていうようなちょっとサークル的な何かが始まってったりとか、なんか楽しそうと思った時に、ご自分もメンバーになるとか、そういったこともあり得るのでね、何かそういった時に、そのチャンスにしっかりと乗っていくべく体をまずは整えていくっていうことですね。まずはそういった自分の中の本質っていう部分としっかりとつながって、そして自分の中のそういった今まで放ってきたポジティブな感情を回収していく作業っていうことが急激に決まっていく部分として現れてくるんだっていうことですね。そういうことを伝えてきてくれておりましたので、ぜひ頭の片隅に入れていただきながら、いろんなねちょっとポツポツとお伝えしたメッセージをですねヒント的にご活用いただければと思います。いかがでしたでしょうか。蟹座さんのリーディングは以上となりました。少しでも共感していただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方もいただけますと嬉しく思います。それではですね、この何か発展性のあるご自身の中でいろんなことが動き始めるタイミングが見えているわけなんですけれど、こちらのリーディングによって皆さんが最善最高の日々となっていきますように、いつもここから応援しております。
それではまたお会いいたします。ありがとうございました。